今日はねバッテリーなんだけど、ちょっといつもと違うバッテリーのご紹介です。これといつものようにこんな感じで入って、出したらね D タイムの 100Ah のリチウムイオンバッテリーです。ただ 100A って言ってもいつも 12V じゃん、でこれは 25.6V、 要は 24V のバッテリーなんで、容量は 2560Wh、 結構大きい容量のバッテリーです。付属品がいつものこういうケースに入ってて、製品マニュアルでしょ、それからこういう製品のメーカーの紹介みたいなのと、初心者向けの操作ガイド、めちゃくちゃ簡単にまとめてるやつが1つ目。もうプラスマイナスのつなぎ方から、それからこれはもう最近おなじみのステッカーです。でこれが保証カードにもなってて、保証がこれすごいね、5年間だね、5年保証がついてます。で初心者向けの操作ガイドなんで、本当に初歩的なプラスマイナスはこうですよとかで、プラスとマイナスをつけちゃうとショートしちゃいますよとかね、配線のつなぎ方とか初歩的なところが書いてます。でそれから詳しい製品マニュアルがこちら。これはね、これはこういういろんなバッテリーの種類とかサティフィケーションとか、こういう認証を取ってますよっていう、そういうのが出てる。D タイムとはどういう会社かっていうような概要だね。でお問い合わせ先もちゃんと書いてます。でいいのが問い合わせ先がサービス .jp になってるんで、日本語で対応してもらえるっていうところが結構大きいです。ですごいね、24時間以内に返信することを保証いたしますって書いてあるから、すぐに連絡をいただけると。でいつもさ 12V、12.8V のバッテリーで車のシステムを組んでると思うのね、っていうのが、車も 12V だし 12V で動く製品も多いから 12V のバッテリー使ってるでしょ、24V ってトラックとか。そうだから 24V って言ったらトラックとかで、トラックとかだともう最初からこれにしたら手っ取り早いんだけど、ただ 12V の車でもこれを使うメリットっていうのは大きくて、配線は気をつけないとダメだよ。車から直接オルタネーターを介して充電とかっていうのはもちろんできないから、気をつけないとダメなんだけど、電力ワットってさボルト×アンペアでしょ、電流×電圧で電力じゃん、でこれだと 100Ah で 25.6V でマックス 2560W 出るんだけど、例えば 1000W の出力を出そうとすると 12V だと 80A ぐらい流さないとダメで、この 25.6V のバッテリーだったら 40A ぐらいで済むと、要は何に有利かっていうと、配線が細くできる。このつなぐ線ね、細い線で配線できるからすっきり配線できたり、配線代が安くなったり、あと熱持ちづらいよね、電流が低いと。でこれの仕様なんだけど、まずリン酸鉄リチウムイオンです、セルのタイプが。で交渉電圧が 25.6V、 定格容量が 100Ah、 容量が 2560Wh です。でサイクルライフは4000回以上です。でバッテリー管理システムの BMS のボードが 100A なんで 100A×25.6 で 2560W まで出力ができると。ここもすごいよね、12.8V のバッテリーだったらさ 1280W までじゃん、100A の BMS だったら、なんでもう 2000W 以上の出力ができると。で充電電圧は 28.8V のプラマイ 0.4V で推奨充電電流は 20A だね。でサージの電流は一瞬1秒まで 500A まで出る。すごいね500A って言ったら。サイズが幅が 532mm、 こっち側が 207mm、 高さが 215mm になります。このバッテリーなんだけどすごい機能が2つあって、まず温度だね。低温充電のプロテクション機能がついてます。でこの低温充電のプロテクション機能がついてるからうちでもすごい使いやすい、要は0度以下だと充電しないのね。でこういう
リチウムイオンバッテリーだと0度以下で充電しちゃうとすごい危なくて壊れちゃうから絶対しちゃダメなんだけど、ちょっと前のリチウムイオンバッテリーとかだとそれがついてないことが多くて結構危ないの。だから走行充電とかソーラーパネル充電とかではかなり使いづらくて、別で温度カットのなんかシステム組んであげるか自分で温度見てやらないとダメだったんだけど、これはもうそれが最初から組み込まれてて0度以下では自動で充電しませんよというような機能がついてます。で放電に関してはマイナス20度から60度まで使えます。でもちろん低温だけじゃなくて高温もついてるから充電だと50度でカット、放電は60度以上になったら止まるようになってます。もう一個がここに書いてあるんだけど、このアプリがあるんだけど、このアプリを介して携帯電話で今のバッテリーの状況を確認できると。でこれはめちゃくちゃ便利で、今うちで使ってる 100Ah のバッテリーにもそれがついてるんだけど、もうそれがあると残量がいくつかなとか今充電何ワットでしてるかなとかっていうのが全てもう携帯で分かるので、アプリで分かるようになってるから、もう本当にポータブルバッテリーと同じような感覚で使えるっていうのですごい助かってます。でその機能もこのバッテリーにはついてると、そういう製品になります。今回システムが 25.6V になったんで、バッテリー充電器も専用のが必要になるんで、これは 29.2V の 20A で充電してくれると。なんで 600W ぐらいで充電してくれるバッテリー充電器。これは家のコンセントから充電するときに使う充電器だね。でこれちょっと開けてみます。バッテリー充電器。こんな感じで、もうこうなってて家庭用のコンセントに挿すと。これです。こんな感じでこっちをコンセントで、こっち側がバッテリーになるんだけど、今これになってるんでめちゃくちゃ便利です。これを先にバッテリーにこうつなげてあげると。でここをカチンとしてあげるだけ。めちゃくちゃ簡単です。ちょっとつなげてみるね。これで準備できました。もう簡単。これだけで充電はできます。でつないでみるね。今スタンバイだよね、点滅だからつないで赤だと充電中になるはず。はい、いいね。これは絶対間違いがないからね、こうでしか刺さんないから。で充電されました。 OK。 あ、今充電されないね。満充電になっちゃって充電されないんで、ちょっと状態がわかんないんで、ちょっと製品をアプリで見てみます。今リータイムのアプリが入ってるんだけど、これを押して、これ関係ない俺の持ってるやつで QR コードでスキャンします。ここに QR があるからこれをスキャンすると、はい、OK。 でもう接続中になった。接続、デバイスを確認。これ今 49% で充電しようとしてるんだけど充電されませんと。でなんでかなと思ったら、これバッテリー情報をずっと見ていくとここに32ファラットって出てるんだけど、でこれファラットを度に変えるとちょうど0度なのね、なんでこれ今 BMS が働いて低温では充電しないっていうのが働いてると。なるほど。でここが多分ね33ファラットとかになったら充電開始されるんだけど、今もう夕方でどんどん寒くなっていくからちょっと難しいんで、ちょっとキャンピングカーに入れて温めます。なのでもうちょっと温まったら再度充電からやってみようと思います。さあバッテリーがねあったかくなった。 39.2 ファラットなんで4度ぐらい充電されると思うんでやってみます。あ、充電されてるね。あ、入ったでしょ。ほら、あーすごいね。これでいくと今電流が 20.2 アンペア入ってますと、こっちの充電器がね、で電圧が 27.7 ボルトです、これがね、で容量が今49アンペアアワーなんで、これマックス100アンペアアワーでしょ。なんで今ここの容量も 49% と
ですごいのがフル充電までの推定時間が 2.5 時間全部出るので、今はこれ充電してるだけだからこうだけど、実際に何か消費してたらここに全部出て、何アンペアで何ワット使ってますよとかいうの全部出るからめちゃくちゃ使いやすい。でもちろんこういう BMS の状態とかも見れるのね。こうやってミセルの状態も大丈夫ですよとか、まあこれはつながるだね。でバッテリーの温度もちゃんと出るし、で今サイクル回数まだこれが4000回以上使いますよっていうことで、まだ0回、今1回目でしょ、でファームウェアもこれで更新したりもできるし、でここでこれすごいのが電源オフもできる。放電スイッチオフ、ここで放電スイッチオンにできるから、使わないときはオフにしといたらこれが休眠状態というかさ、無駄な消費がなくなるようなのもここから操作できる。24V バッテリーの紹介は以上です、でね、本当はインバーター使ってちょっと出力のテストもしたかったんだけど、24V のインバーターが手元になかったんで、24V の方は充電までで終わりです、でちょうどアプリ見てたらさ 12V のバッテリーの情報も出てたんで、こちらの紹介もちょっとしようと思います、で今これキャンピングカーに来たんだけど、でこれが走行充電器、めちゃくちゃ優秀です、でここの右奥にあるのが 12V のバッテリーで、こちらが 12V100A のバッテリーで容量が 1280Wh かな。低温の保護機能と、それからアプリでの確認もできる仕様です、なんで電圧以外はさっき紹介した 24V と同じ仕様です、でさっき紹介してたのがこっちの 24V で、今回はこっちです。これをちょっと見てみます。こんな感じ。今マイナス 40W ぐらいでしょ、でこれが車、今キャンピングカー電気つけたりテレビつけたりしてるんだけど、それでこうなってます。 3A ぐらい使ってると。なんでこれを消してあげたら、電気を消してあげたりしたら0になるはずね。で電気とか全部つけてあげるとこう出ます。でこうなると電流が今 2.7A で推定残り利用時間が34時間使えますと。で残りのバッテリーが 94% です。でちなみに温度は 37.4 ファラットなんで0度以上あると。これは走行充電の装置をつけてるからエンジンかけたら勝手に充電されます、でもちろん0度以下だったら充電はされないんで、ちょっとエンジンかけてみるね。分かりやすくするために全部出力は切っときます。こんな感じ。これで充電が開始されるはず。されました。100W、165W、200、232上がってきます。370、30A 流れるんで、すごい 400W 以上で充電されると。これはめちゃくちゃ便利。もう何も考えないでエンジンかけたら勝手に充電してくれるんですごい助かります。でこうやって充電がだいぶ溜まってきたんで、満タンに近づいたら充電スピードもちょっとずつ下げて、バッテリーに負荷があんまりかからないように自動で調整してくれます。